はい、皆さんこんにちは。今回はですね、高級スポーツカーブランドとして有名なイタリアの車ですね、マセラティ見学してきました。はい、ということでいつもご視聴いただきありがとうございます。車市場好きリーマンチャンネルです。今回ですね、私あまり縁がないと思っているんですけれども、イタリアの高級スポーツカーメーカーマセラティのですねラージ SUV であるレバンテ見学試乗する機会がありましたのでご紹介したいと思います。もうですね、最初に正直言っておきますと、今回は目の保養ですね。私自身このマセラティに乗りたいか、いやむしろ乗れるかといったところで言うとですね、なかなか縁がないかなと思います。道でもなかなか見かけない車ですし、ましてやハンドルを握るなんていうことがあるのかということですけれども、車作りとしては非常に興味がありますし、エンジン有名ですからね、存在感としてすごいなっていうのは分かります。そして何よりですね、いろんな車を見てきた感想で言うとですね、このマセラティ、レバンテはですね、やっぱり高級車としては素晴らしいなと、ツヤ感があるというか、これがですねイタリアのラグジュアリースポーツなのかなというのを感じましたね。まず今回見学しているレバンテですけれども、モデルがですねモデナということになります。中間グレードですね。中間とは言ってもですね、車両本体価格1743万円ということで、もう中間でこれかって感じですね。サイズとしてはですね、全長が 5020mm、全幅が1985、全高が1680ということで、堂々たるサイズとなっていますね。このモデルが履いていたホイールはですね、タイヤサイズ265の40の R21 ということで ZR ですね、高速対応ということですごいですね。右側に映しているのはマセラティのホームページより引用してきた全体のモデル図ですね。やはり見てみると特別感のあるフォルムになっていますよね。特にサイドなんかはスポーティーさが感じられるなと思います。ここら辺がですね、スポーティーさとラグジュアリーを両方ともですね高い次元で持っている、マセラティというブランドの、SUV らしいなと思いますね。そして内装の方、また後で見学していますけれども、ホームページで見たところですね、なんというか各パーツにですね、先ほど言った艶っぽさというか色っぽさというか、これがイタリアのラグジュアリーなんですかね。そういったのを感じさせて、日本車とはもちろんですけれども、ドイツ車とも違う世界観だなと思いました。これ実際に実車今見ますけれども、やはりですね、ツヤ感というか質感というか違う世界観だなと、やっぱりこれはこれで成り立ってるんだなっていうのをすごく新鮮な感じで見ることができました。っていうかあれですね、スポーティーとラグジュアリーを同時に極めちゃったらこうなるみたいな、そういう世界観の車だなと思いますね。出発前にですね、マフラーサウンドを聞かせていただくことができましたので、ちょっと撮影してみました。モデラーですね V6 エンジンなので、こういった音ですね。すごい。またですね、ホームページにこういったのもあったんですよね。これ嬉しいですね。モデナは V6 エンジンの430馬力、264キロの最高速度で、0-100加速が 5.2 秒ということで、この体格でこの速度、化け物ですね。それにしてもいい音出しますよね V6 で。さらにですね、トロフィオというトップグレード、フェラーリとエンジンを共用している V8、 580馬力、0-100が 4.1 秒ということでモンスターですね。音しびれるな。めちゃくちゃいい音しますね。これはすごい。でもこのトロフィオのモデルになると2300万ということで買えません。
はい、ということで試乗行きたいと思います。やはりですね、あまり縁がないなというところはありますけれども、車好きとしてこのマセラティのレバンテという車憧れありますし、もう非常に興味ありますね。乗ってみたらどうなのかということで楽しみです。今ですね、ノーマルモードで走り出しましたけれども、もう先ほどのエンジン音から想像するよりもですね、至ってジェントル、ラグジュアリーという感じですね。しっとり感ある感じです。ここら辺はやはり車作りがうまいなと思いますね。こういう世界観なんだ。まさにスポーティーとラグジュアリーを極めたという感じですね。すごい。トルクはですね、もうめちゃくちゃありますね。500ニュートン超えていますので、余裕たっぷりです。やはりですね、マセラティ購入されるユーザーさんは、お医者さんであったり、経営者であったりということが多いらしいんですけれども、一部私のようなサラリーマンでも、お金を貯めて買ったり、すごいトップで稼いでる方のサラリーマンであれば、購入できるのかなと思いますけれども、なかなか手が出ないというところが正直なところですよね。ただやっぱり乗ってみるとですね、車の作りとしてはすごいしっかりしてるなと、当たり前なんですけれども、こういう世界があるんだなということに尽きるわけですね。ドイツ車と違ってですね、ドイツ車はイメージで言うと質実剛健、かっちりとした工業製品という感じですけれども、このイタリアのマセラティということになると、先ほどからお伝えしているようにですね、ツヤ感というものが付加されて、なんか芸術品みたいな世界ですね。おそらくこれ共感していただける方いるかと思うんですけれども、こういう違いがあるかなと思います。ちょっとですね、せっかくなんでスポーツにして踏み込ませていただきたいと思います。踏めるかな、踏めないと思いますね。これちょっとこの信号を左折して少しだけですね、味わってみようと。ここですね。もう全然踏み切れない。すごいリニアな加速というか、なんか荒々しすぎないんですけれども、速い。これ多分危険なタイプですね。いつの間にかスピードが出ちゃってるタイプだと思います。合成感と車角がこのようにですね、すごいあるので、飛ばした時に安定感が、今ちょっとカメラ揺れてしまいましたけれども、車内としてはもう全然ビクともしないという感じですね。これ気づいたら150キロとか高速で普通に出ちゃうタイプだと思いますので、運転は気をつけなきゃいけないですね。これはすごいな。やはりですね、高級感、ハイスペック、そして使われているマテリアルの質感みたいなのを求めていった時に、マセラティがいいなというファンの方がいるんだろうなと思いましたね。なるほど、これ好きな人はこれ好きなんですね。私としては斬新な発見さがあったな。いやー、今回マセラティレバンテ乗れてよかったですね。やはり車好きとしていろんな世界観を知るというのは大事だなと思っていますので、貴重な経験になりました。このレバンテはですね、乗る前は非常に威圧感あるデザインだなと思いましたし、実際そうではあるんですけれども、乗ってみるとですね、ラグジュアリーな世界観が広がっていたなというのが、好印象というかギャップですね。当然マセラティなんで、そのラグジュアリーさの中にスポーティーが入っているんですけれども、そのバランスが絶妙だなと思います。これとも他のメーカーにはない特徴だなと思えるのが、やっぱりマセラティらしさだなと思いますね。最終的にですね、お前は買うのか買えるのかっていうところですけれども、もしこの値段を出せるんだとしたら、BMW の M3 とか欲しいですかね。私だったらね、ちょっと高級すぎるなと思いました。はい、今回もご視聴いただきありがとうございます。
よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんも良いカーライフを。